近代ユニバーシティ。皆さん、こんにちは。こんにち日本のは。大学全部見学した男、山内大です。今日は近畿大学文芸学部の文化デザイン学科につきまして、森口豊先生からお話をお伺いします。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、文化デザイン学科って、はい、日本の他の大学でほとんど聞かない珍しい名前なんですけど、そうなんです。すごこれはく新しい分野ですね。新しい。これは一体どんな勉強をする学科なんでしょはい。文化デザイン学科は3つの系に分かれておりまして、感性学系、デザイン系、プロデュース系という3つの系に分かれてるんですね。で、どういうことかと言いますと、感性学系っていうのは、今まででいうところの美学美術史とか、それがこの頃は、もっと広がって、人の感性って一体どういうことだろう、どこをもってして人は美しいと感じるのかとう。か、醜いと感じるのかとか、あるいは宇宙に行って人の感覚ってどういうふうに変わるんだろうかとか、そういうふうなところまで今研究が広がってるんですね。その新しい、美学美術史にとどまらない感性学というところを、が一つの系となっております。で、それからデザイン系の方には3人の先生がおられて、1人は空間デザイン、お一人はグラフィック系ですね。グラフィックって言ってももうこの頃平面のデザインするだけじゃなくって情報関係の全てのですよね。もう一人はプロダクトデザインの先生、今まで大手のメーカーの車のデザインとかされてきた方とか、そういう、現役バリバリのデザイナーとしてキャリアを積んでこられた先生方が3人いらっしゃいます。そして私が所属するのがプロデュース系という分野なんですけれども、でそちらにもアートプロデュースをずっとやってこられた方とか、私は専門とするところはホスピタルアートという病院や福祉施設や医療関係に芸術文化の力を用いることによって療養環境を変えていったり、あるいは患者さんとお医者さんの関係性を変えていったりという、これも新しい分野ですけれども、私が20年前にイギリスでたまたま出会って持ち帰ってきてっていうような、まだまだどこの大学でもやってないようなことなんですが、幸いにして近畿大学はこの文芸学部から医学部まであって、それから医学部にも病院が2つありますよね。そういうふうなことで、こういうふうな芸術学部から医学部まである大学っていうのは、3つ私の知る限りでは、そのぐらいしかないんですね。でもちろん関西ではこちらだけです。ですので、その芸術学部から医学部まであるというメリットを生かして、このホスピタルアートの実践をやらせていただいています。それとプロデュース系にはもう一人先生がいらっしゃって、文化政策の方をご専門とされています。プロデュースといっても、ただ実践ばっかりではなくて、それを理論的にも裏から支えていただくというようなことをしております。これはよく芸術大学にあるその絵画、彫刻、デザインを自分で作って学ぶという学科とはちょっと立ち位置が違うと考えた方がいいですか？そうなんですね。この近畿大学の文芸学部の中にも造形芸術専攻とか舞台芸術専攻というそういう芸術そのものを生み出す人たちというのは文芸学部でも長い間もう31年ですか育ててこられたわけですけれども、実際にはじゃあ世の中にその芸術を生み出す人アーティストが世の中のパーセンテージとして何人必要かというと、それは本当に限られた人たちになってきますよね、現実問題。でもその生み出された新しいプロダクトであったり芸術作品であったりを世の中にどうつないでいくのかっていうことが問題で、そのつないでいく人こそ求められてるんではないか。
でもっと言うと、そういう芸術をつなぐ人だけではなくて、明日からお豆腐屋さんやりたいとしてもですね、今の時代なんか店開いて地域の人と交流してだけやってたんでは、お豆腐屋さん一軒もやっていけない時代で、その新しい店主のプロデュースした新しい商品が一体どういうコンセプトのもとで作られ、どういうふうなこだわりがあるのかとか、そういうようなことをやっぱりそのプロダクトに対して説明できる力が必要だし、そしてそれを発信できる力が必要ですよね。やっぱりそういう時代になってるので、そういう能力が必要かなと思われるんです。一般的な芸術学部やデザイン学部の人が物を作ったものを売ったり、まさにプロデューサーとして売り込んでいくような分野の人を作ると考えていいでしょうか。そうですね。この頃デザイナーって言いましても、なんか物のデザインだけして済むという時代ではなくて、もう今やプロデューサー型のデザイナーしかもう相手にされないような時代になってますので、私はデザイナーですというふうにデザイナーだけを名乗る人はもうあんまり世の中にいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。実際にこの学科で勉強した人がはい、どういった業種や職種に行くということを想定されてるんでしょだから今言いましたように、本当にお豆腐屋さんとして起業したい人でもいいわけです。う。本当に業種お父さんが散髪屋さんやから自分散髪屋さんにはい、継がなあかんっていう人でもいいわけですね。なるほど。そのお父さんの時代の商売の仕方ではとてもやっていけない時代なんで、そのお父さんの時代から引き継いだテクニックや地域の方々の交流とか、それを資源としながらもっと新しい飛躍の仕方を考えられる人を作る必要があるので、ですのでこれはもうどの分野にも求められていることなのかなと思うんですね。なるほど。森口先生ご自身がこの学問にやりたいってたどり着くきっかけって何だったんでしょやっぱりその私みたいにそのホスピタルアートをやってる人間にとっては、芸術からそしてそれを社会につなぐそういうことをできる、ソーシャルデザインっていうんですか、その分野をやろうとしてらっしゃるこの学科には非常に魅力を感じましたし、そして何よりもやっぱり医学部があって、医学部、はい。病院が2つもあって、それを芸術系の分野でやろうとするなんてそれはまず他の大学でないんじゃないかなっていうので、非常に魅力を感じて読んでいただいたこと、すごくラッキーだったと思っております。この分野に興味を持った高校生が自宅で高校時代のうちに勉強しておくと良いことって何かありますか？そうですね。だからもうあらゆる分野に首突っ込んでほしいなと。あらゆる分野に首を突っ込む。はい。ああらゆる分野に好奇心を持って挑んでほしいなと。基礎学力は必要なのは当たり前ですけれども、それだけじゃなくてやっぱり何かに興味を抱いてくれてないと、こちらが無理やりね、あなた美術を好きになりなさい言ってね無理やり押し付けることはできないですし、何でも興味を持ってもらいたいし、でそれを社会につなげていくためにはやっぱり新聞も読んでいただかないと芸術だけのオタクだけではやっぱりダメなので、その部分は大学に入っていただいてから広くその教養部門を学んでいただいたり、いろんな学びを通じてやっぱり世の中を知っていただくですかね。結構高校時代にサブカルチャーに興味があるっていう生徒さんは多いと思うんですけど、そういう知識のある人っていうのは皆さんとしては大歓迎という。もう大歓迎です。はい、その分野を、学問として生かして将来の仕事につなげられるということですね。そうです、そうです。だからよく芸大とか美大とか行きたいんですけれども、あるいはファッション勉強したいんですけれども、私ちょっと絵が描けないんですとか、デッサンできないんですとか、デザインできないんですっていう子が多いかなと思うんですけれども、なるほど。はい、芸大美大に行こうと思ったらやっぱりそういうデッサンのテストであったり、そういう技術的なことがもう入学前から求められるんですけれども、そういう技術はないけどとってもファッションに興味あるとか、とっても美術に興味あるとか、
とても文学に興味あるとかアニメに興味あるとか、なんかそういう人たちはぜひぜひ受け入れていきたいなと思っています。ああ、確かにアニメ学科とかファッション学科ってなっちゃうとかなりハードルが高いですよね。もうそれがちゃんとできないといけないので。そうなんです。で、その中から世の中に出ていける人なんてごくわずかだと思う。まあ、全くで、もう漫画学部から漫画家になれるのかっていう世界ですもんね。そうなんです。そうなんです。はい。いろんなサブカルチャーをこの周囲で支えてる人って実はたくさん必要ですよね。そうなんです。それはやっぱり芸術に理解がないとできませんものね。そうです、そうです。そういう文化芸術のソフトパワーというものは、ハードを動かしていくのの、ガソリンみたいなもんだと思うんです。例えば、どうして多くの人があんなパリに行きたいんですか？どうして多くの人が、アジアの人たちがこぞって東京に来られるんですか？日本の伝統芸能であったり、新しいファッションとか芸術であったり、ソフトパワー、パリだったらパリコレであったり美術館であったり、オペラハウスであったりというそういうソフトパワーがその国の魅力になって世界中から人が集まってくるわけですよね。だからこそ経済が回っていくということなんで、そういうソフトパワーと、ハードパワー、いわゆる製造とか、破壊も、軍事兵器みたいな破壊も含まれるのが、ハードパワーとしたらですね、ハードパワーだけでは、世の中回っていかないんですよね。そういう時代にもかかわらずですね、コロナで美術館は閉まっちゃうわ、コンサートはできないわ、芸能人も困るっていうことで、今ですね、文化デザインに何ができるんでしょうね。そうなんです。ある意味、今こそ、デザインに問われているかと思うんですけれども、今だからこそ病院に入院しておられる患者さんにどうやって楽しんでいただけるかということを考えて知恵を振り絞って学生たちと一緒に考えてます。確かに、今のこの私たちの動画も私としては一つのアーティストの表現、こういうコロナの時代に普通のオープンキャンパスができなくなってしまった中で、我々がどうやって表現して受験生、高校生に伝えようかっていう、そういう芸術に関係ない活動の一つかなと思ってやってるんですよ。本当にそうですね。はい、なので、こういうコロナっていうきっかけっていうのはどうかとは思うんですけど、本当に改めて芸術やそれを取り巻く環境っていうものを受験生の皆さん一人一人が考えてくれるといいなって思いますね。本当に先生のおっしゃる通りです。はい、先生、最後になりますけど、今自宅にいる高校生が文化デザイン学に関心を持つ上で何か読んでおいた方が良い本のようなものはありますか？はい、なるほどデザインという本なんですけれども、もちろん文化デザイン学科に入っていただいたらデザインの方は、2D、3D いろいろ勉強していただくんですけれども、デザインってね、もともとの語源が計画するとか構想するっていう、だから高校生なんか私下手やからデザインは無理なんて思ってる人たちが、いえいえデザインってこういうことなんですよっていうまず第一歩としてデザインはこんな幅広いし漫画が描けなくてもデザインはできるんだみたいなね、はい、デザイナーの頭の中を豊富なビジュアルで紐解くっていうようなこと、例えば雑誌のデザインっていうのがどういうふうに考えられてて、例えばどういう読者に向けて発信しているのかとか、この情報を分かりやすく伝えるにはどうしたらいいのかっていうような基礎的なことが書かれていておすすめです。でもう一つはコミュニティデザインって言って山崎亮さんっていう人のお会いしたことあります。人がつながる仕組みを作る、文化デザイン学科ではさまざまな社会的課題を解決してでそれをデザインして編集してそして問題解決に導きそれを世の中に発信していって世の中の、社会貢献ですね、私がやってるホスピタルアートもそうですけれども世の中に新しい価値を見出して今世の中にはびこるさまざまな問題を解決していこうというのが、最終目標なんで、なるほど。その、基礎的なというか、山崎さんの実践が書かれている本です。はい、わかりました。最後、私が本になってて自分の本で申し訳ないんです。先生の本、どうぞどうぞ。
文化で地域をデザインするという本を、共著で出しておりまして、でここにホスピタルアートのことも詳しく書いてますので、よかったら読んでいただいたらありがたいかなと思います。じゃあぜひ高校生の方ご自宅にいるのであれば、本を読んでいただいて、この分野に関しての知識を増やしていただくといいですね。そうですね。本当にこういう時代だからこそ文化やアートというものをプロデュースする側の人間っていうのが非常に必要とされているということで、もちろんサブカルチャーも含めいろんなことに興味のある人にぜひこの文化デザイン学科考えていただきたいと思います。では森口先生、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。お待ちしてます。